横須賀軍港巡り15時並み、まもなくの出港です。ご利用予定の方は声のする海側までお越しください。それでは本線まもなくの出港です。最後に救命胴衣格納場所ご案内させていただきます。救命胴衣格納場所、1階は後方座席の下、2階は各座席の下を格納場所にしています。走行中使うことはないかと思いますが、皆様場所の確認をしてお待ちください。それでは船が動き出します。走行中突然船が大きく揺れる場合もございます。立っている方も座っている方も足元には十分にご注意ください。どっちが選手なの？それでは横須賀軍港巡り出港となりました。本日乗っていただいた軍港巡りは約45分間のクルージングです。今いるこの港、横須賀本港をぐるっと一周、その後は港の外に出て琴音の港、長浦港もぐるっと一周、その後は細い水路を抜けて横須賀本港に帰ってくる約45分間となっています。この便案内人の私は1回客席にて45分間生放送でご案内させていただきます。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。1階の皆様、温かい拍手をありがとうございます。ちなみに今私が立っている方向が進行方向、2階の方は赤い煙突でない方向が進行方向です。あっちか。あ、じゃあやっぱ早速紹介するのは皆さんの進行方向、向かって右手です。青い船が止まっている方向、こちらはもうすでにアメリカ海軍第7艦隊の横須賀基地、敷地面積は東京ドームで約50個分、普段から2万5000人以上の人々が生活をする一つの大きな町となっています。そんなにたくさんの軍人さんがと思ってしまいますが、そのほとんどがご家族の方なんです。アメリカは単身赴任という文化がかなり薄いらしく、家族も一緒に横須賀にやってきています。さあ、そんなアメリカ側です。右手前方方向から本日1隻目の船が見えてきます。見えてくるのは真っ黒な鉄のクジラのような姿をした潜水艦の姿です。見えてくる潜水艦は日本の海上自衛隊のものです。先ほど右手はアメリカの基地とご案内しましたが、実は海上自衛隊潜水艦の部隊は司令部をアメリカの基地の中に置いておりますので、日本で唯一アメリカ側に止めることができます。そんな潜水艦を今日初めて見るよという方いらっしゃいますか？何人かいらっしゃいますね。ありがとうございます。それもそのはずなんです。潜水艦をこれほど間近に眺められるのはここ横須賀か広島の呉だけ。その他に司令部を置いていません。出港すれば海の中、めったに見ることができない船です。かっこいい。出港して早速、わかりますか？真ん中のあたりです。隊員さんが帽子を振ってくれています。向こうからも見えてますので、ぜひ繰り返しましょう。ありがとうございます。出港して早速、横須賀らしい潜水艦の姿をご紹介することができました。さらに目線を前方方向に向けると、海にたくさんの杭が打ち付けられていますが、あちらはアメリカ海軍が新しい桟橋、船を作る場所を作っています。船を止める場所を作ってます。かれこれ1年近く工事を行っておりますので、もう1年ほどすれば完成するんじゃないかなと案内人の中でも話題です。おそらく来年頃、また軍港巡りに乗ってもらうと、新しい桟橋ができて見たこともない軍艦がここに止まっているかもしれません。さあ、一方皆さんの左手前方方向です。赤白の鉄塔があるあたりが日本の基地、海上自衛隊の横須賀地方総監部、いわゆる横須賀基地です。さあ、基地の手前、大きな船が見えてきたらぜひ写真撮ってください。見えてくるのは海上自衛隊で一番大きな船です。番号は183番、ヘリコプター搭載護衛艦の出雲です。こちらは大きな体を生かして事実上ヘリコプターを同時に14機運用することができます。船の中には救急治療室を含む N 室が35室、船1隻でなんと町1個分の発電能力も持っていますので、もしも災害派遣に出向いたとしても大いに力が発揮できる船ともなっています。また現在はヘリコプターを飛ばすだけなんですが、2階の工事を終えて戦闘機を飛ばせるように空母化するとも話題に上がっています。
現在は第1回の工事を終えて横須賀に帰ってきていますが、第2回の工事は2024年の年末からです。第2回の時には形が変わってしまうとまで言われていますので、ぜひ今の出雲の姿、写真にお撮りください。さあ、そして大きな出雲の色で目立ってます。皆さんの左手前方方向から皆さんご存知のオレンジ色の船が見えてくるんです。番号は5003番、南極観測船砕氷艦と言われるしらせの姿です。今さらっと砕氷艦と言いましたが、実はこちらが今現在運用を行っている防衛省海上自衛隊の呼び方で、氷を粉砕する船と書いて砕氷艦と呼びます。本日は軍港巡りということで、海上自衛隊の呼び方で呼ばせていただきます。そんなしらせの奥から見えてくるたくさんのグレーの船たちは帰り道にご紹介します。というのも今ここで左手の船を全部紹介してしまうと、私が帰り道話すことがなくなっちゃうからなんです。ぜひとも皆様、私のためにも帰りのお楽しみにとっておいてください。かっこいいね。さあ、冬のテレビ線は一旦右手です。ちょっと後ろ目になりますが、潜水艦が2隻、あちらも日本の海上自衛隊の潜水艦。目線を前方方向に移すと、やっとアメリカ海軍の軍艦です。見えてくるのは56番ジョン・ S ・マケイン。こちらよくニュースで耳にするイージス艦というタイプの船ですが、パッと見どれがイージス艦なのやら、実は覚えてしまえば簡単な目印があるんです。いいですか、一番背の高いマスト、鉄塔の根元のあたりです。船の側面にはクリーム色の八角形の亀の甲羅のような板がペタンペタンと2枚くっついているのが分かりますか。あれがイージス艦の目印、目となるレーダーなんです。この後もイージス艦まだまだ盛りだくさんで見ることができます。ぜひあのようにレーダーがくっついているかくっついていないかの確認もお願いいたします。ちなみにレーダーと言いますと、くるくる回転するものをイメージしてしまいますが、回転していると人と同じく後ろ、背中が見えなくなってしまいます。船にも。その隙をなくすために高性能なレーダーを船の4面に4枚固定している船なんです。さあ、56番の影から奥から見えてきました54番と書かれている船のマストの根元にも亀の甲羅のような板がついてますので、そうです、あちらもイージス艦。もう見分け方はバッチリですよね。では一体どんな船だかは皆さんご存知ですか。ニュースで聞くほどだから高性能なんだろうなで終わってしまうと思います。イージス艦の性能をサクッとご紹介すると、どれだけたくさんミサイルが飛んできても全部撃ち落とせる船なんです。例えばイージス艦1隻に向かって360度ありとあらゆる方向から100発のミサイルが飛んできたとしても、その全ての高さや速度を計算してなんと100発全て撃ち落とせると言われています。驚きの性能とはなっていますが、その性能を発揮できる距離もすごいです。なんと1隻につき半径が 450km 以上です。ここ横須賀からですと、北は秋田、西は兵庫までたった1隻で守りきれます。やば。またそして本日軍艦巡りをリサーチしてきた方なら、あの船はまだかなと思ってるかもしれません。あの船というのは世界最大の軍艦です。戦闘機航空機を飛ばすための滑走路として使います。原子力空母のロナルド・レーガンです。戦闘機の滑走路として使いますので、全長が333メートルもあるんですが、皆さんもうお分かりですよね。右手にそんなに大きな船はいないんです。本日見ることができません。というのもつい3ヶ月前に出港してしまいました。やっぱり今日見れる船たち、博物館の展示品ではありません。見れる日もあれば見れない日もあるんです。空母はここ横須賀で半年は修理を行い、もう半年は任務や訓練で出港。軍港巡りに乗っても2分の1の方が見れていない、そんな船となっています。大きな体にたくさんの戦闘機を乗せます。なんと最大で80機以上。大きな体にたくさんの戦闘機ですので、乗組員さんも桁外れ。今乗ってるこの船、乗組員たったの4名のところ、空母は1隻で6000人も乗せます。そんな大きな船がどこに止まるの？止まってる時は簡単です。右手真横のあたり、赤白クレーンの足元にしか止まりません。
大きすぎてあそこにしか止めれないんです。じゃあいつ帰ってくるんですかとこういうご質問もいただきます。正直に言います。当社民間の会社、全くもって分かりません。ですが世界情勢、アジア情勢に一切何もなければ例年通りだと年末頃によく帰ってくるんです。さあ皆様、泊まる場所も泊まる時期も分かりましたので、ぜひ年末のご乗船もお待ちしております。さあしっかりと年末の予定が決まったところで本船は間もなくスピードを上げて一度港の外に進んでいきます。やっぱり港の外、今よりも船が大きく揺れる場合もございます。立っている方も座っている方も足元には十分にご注意ください。また2階の皆様は帽子やお手回り金、お持ちのパンフレットなどが風に飛ばされないよう十分にご注意ください。本日空母こそは見ることできませんでしたが、意外とサクッと見る方法もあるんです。何かというと映画です。アメリカ軍はそういった映画などのカルチャーを広報の一部として使っています。そのためかなり忠実に描かれているんです。空母が見られる映画といいますと、トム・クルーズ主演のトップガンです。戦闘機の映画というイメージもありますが、あの戦闘機が飛び立つのはまさに空母。一般的な滑走路が3キロほどなのに対して、空母はどうやって300メートルほどで飛ばすことができるのか、そういったことまで細かく書かれています。さあそんな映画の話もしておりますと、本線まもなく右手前方方向から少し変わった風景が見えてくるんです。見えてくるのは海上自衛隊の持っている磁力を消す場所と書いて照磁所と言います。よく橋を作っている途中ですかというご質問もいただきますが、見えてきたらそれが完成形です。簡単にご紹介すると、今日見てきた大きな船たち、やっぱり頑丈じゃなくちゃいけません。鉄で作ってるんです。そういった鉄船、ただ海の上を走っているだけでもだんだんと磁石の力が溜まっちゃいます。これは船と波との摩擦や地球自体に北や南など磁場がありますので仕方のないことなんです。それをにして溜まった磁石の力を測って消す場所が右手前方方向の照磁所。話を聞いてるだけでも眠たくなっちゃいます。なんでそんなことをしないといけないのか。ちゃんと理由があるんです。なんと現在でも海の中には爆弾があります。触ると爆発するもの、音を聞いて爆発するもの、中でも一番厄介と言われているのが船に溜まった磁石の力などに反応して爆発する爆弾、磁気雷というものです。もうほとんど残っていないとは言われておりますが、そういった爆弾との接触を避けたりするための施設が今右手の照磁所となっています。いや皆さんの気持ちは分かります。見た目が地味で難しい話なんですが、日本全国を探してもここ横須賀にしかありません。詳しくお話しさせていただきました。また本日は午後に比べて視界もかなり良くなってきています。今紹介した照磁所のずっと向こう側です。海岸の陸地がはっきりと見えています。あちらは千葉県の房総半島、煙突が見えるあたりは君津や富津の東京地帯のあたり。実は横須賀と千葉県は最短で海の間だと7キロしか離れてないんです。そのため江戸時代の頃から漁師さんの間で交流があったらしく、横須賀と南房総半島の方言はかなり似ています。語尾に何々ダメとつけたり、一番最初に発音する母音を発音しない何を何と言ってしまったり、そういった面ではかなり方言が近い場所でもあるんです。また今放送の右手真横のあたり、オレンジ色の救命ボートが印象的なグレーの船が止まっています。あちらがアメリカ海軍のビッグホーンという船だそうです。かわいい。実はアメリカ本国を母港にしておりまして、おそらく横須賀のアメリカ海軍の船たちに荷物を届けに来たのではないかなという予想がつけます。また港の外でもさまざまなものをご紹介しておりますと、本線まもなくここ横須賀市の北部に広がるおっぱまという町が見えてきます。おっぱまもかなり面白い建物尽くしとなっていますので、早速ご紹介させていただきます。まず見えてくるのは右手前方方向です。赤と白で塗られている大きな大型のクレーンが見えてきます。
ローマ字で住友、ひらがなで洋行数館と書かれていますが、あちらは大きな船を作るための造船所です。なんと3ヶ月に1隻のペースで300メートル近い船を作っています。大きな船を作りますので、クレーン自体も大きいんです。なんとクレーンの足と足の間には横浜スタジアムのブランドがあればスッと収まります。いやいやお兄ちゃん、海の上だし遠いから冗談はよしてよなんて思った方は、横数カップ4文字ご注目ください。あちらもなんと1文字あたり縦横8メートルで書かれています。今乗ってるこの船の横幅が大体7メートルとなってますので、いかに大きなクレーンかということも分かっていただけますでしょうか。海の上というものが比べ物が極端に少ないので、大きいものも小さく見えてしまいます。またそのまま目線を前方方向に向けていくと、こんもりとした山の手前に白い建物が建っています。あちらは深海を調査する深海6500という潜水艇を持っていて、ジャムステックの本拠地です。あまり知名度はないかもしれませんが、技術力だけで言えば宇宙に行く NASA と同等の技術を持っているところです。そんなジャムステックの手前から見えてきました白と青で塗られている大きな船です。あちらは車を運ぶのが得意な自動車運搬船。今日は2隻も止まっていますが、あのくらいのサイズで1隻につき車を1000台は運べます。でそんな船が止まっているのが、実はあの辺り一帯は日産自動車の小浜自動車工場なんです。年間24万台も車を作っていますので、目の前にもずらり車が並んでいます。ちょうど今真横を向いている自動車運搬船の奥の窓が1枚もない建物が工場となっているんです。窓が1枚もない理由としましては、主に産業スパイから企業秘密を守るため、出来上がった製品が日焼けをしないようになど様々な理由があるんですが、私がどんなに日産を詳しくご案内しても、ほとんどの方がこれの方が気になっちゃいます。そりゃそうです。お城があるんですから。よく結婚式場ですか、美術館ですかとご質問いただきますが、実はお城、横須賀市のゴミ処理場なんです。正式名称リサイクルプラザアイケレン。缶ビールペットボトル資源ごと回収し、日々リサイクルを行っています。いろんな人にリサイクルに興味を持ってほしいということで、お城のような可愛らしい見た目となっているんです。すごい風が。そんな、さあ、入り口の開けができた方から目線を見て前方方向。ちょっと見づらいと思いますが、陸地側は463番、総会5番の裏側、そして手前側は110番の高波です。手前の高波、よく太鼓をつけていますので、軍艦だ、軍艦だと言われてしまうんですが、現在こういった太鼓をつけている船、軍艦とは言わないんです。現在、海上自衛隊は軍隊ではなく自衛隊ですので、こういった太鼓をつけている船のことを自衛艦、もしくは国を守るための船、国を護衛する船と書いて護衛艦と言っています。ここに来て面倒くさく感じるかもしれませんが、これだけはご理解ください。さあ、そんな護衛艦の逆側左手前方方向には潜水艦が2隻見えてきています。さあ、このような真っ黒な潜水艦が普段お仕事をしている場所は暗い海の底、いわゆる深海です。もしそんな潜水艦に皆さんが乗っていたとします。そんな深海でエンジン停止、これ以上浮き上がれません。助けてくれるの嬉しいね。タッチなんて水圧で絶対ありません。深海です。助けてくれの声なんて届きません。深海です。人が凍ります。なぜなら深海なんです。そんな極限の状況で皆さんを乗っている隊員さんを助けられるのが今右手に見えてます。404番潜水艦救難艦の千代田という船です。こちらの千代田は船の中に小さな潜水艇を持っています。それをドボンと海に戻し、浮き上がれなくなった潜水艦とドッキング、乗組員さんだけを乗せて千代田に戻ってくるという救出が行えるんです。まさにこの千代田は潜水艦乗りの安心の象徴なんです。さあ、そして皆様、先ほど沖合でお話しした海の爆弾については覚えてますか？その爆弾、第二次大戦中は日本とアメリカの協力によって日本
を一つ一つ丁寧に撤去して500個ほどまで減らしているのが海を掃除すると書いて掃海部隊。その部隊に所属するのが左手前方方向です。805番の父島と言います。こちらは掃海艦爆弾処分船です。ちなみに一番厄介な爆弾は磁石の力に反応しますよね。そういった爆弾にも安心して近寄れるように、なんとこういった爆弾処分船、現在ではプラスチックで作っています。主婦の皆様はお刺身が入っているペラペラなプラスチックを想像してしまうかもしれませんが、ガラス繊維というものを織り込んで作られる強化プラスチック CFRP というものを使っています。最近イメージしやすいもので言いますと、お風呂のバスタブなどが同じような材質です。お風呂場でどんなに暴れてもバスタブは壊れませんよね。プラスチックといえど頑丈な船となっています。またその周りに止まっている白い船たちが映画「海猿」でも大変有名になった海上保安庁の巡視船です。私つい先日原作の漫画の「海猿」を読んだんですが、保安庁の中ではそういった隊員さんのことを海猿とは言わないそうですね。漫画のタイトルのために作ったそうと聞いています。そして本線はこの港の相模湾の一番奥の辺りまでやってきていますので、この辺りぐるっと海を越えて U ターンしていきます。続いてご紹介するのが本線のちょうど真正面の辺りに止まっている海上自衛隊っぽくない色合いの船です。機械の方は左手前方方向港の奥に見えています。白とグレーで塗られています。91番奥向け調べ。あちらは海外から来た VIP の方を乗せて海の上でおもてなしや会議を行う、いわゆる迎賓船です。コロナ禍でなければオリンピックのバッハ会長もこの橋立にておもてなしを受けていたかもしれません。また大きな災害が起きた場合には白い部分に赤十字を書いて病院船としても活躍します。赤十字の赤が目立つよう上半分が白いんです。またそのお隣は5105番海洋観測艦の日南、海の調査を行います。他の船が例えば遠くの海外に行った時、その行き先を何にも知らなかったら怖いしかわいそうです。そうならないよう潮の流れはもちろん海底の形に海のしょっぱさ、塩分濃度まで事細かに調べます。まさにテレビの業界などでいうロケハンをしているのがこちら5105番海洋観測艦となっているんです。さらに目線を左手前方方向です。小柄な4隻が見えてきます。いずれも爆弾処分船プラスチック船の江田島、江ノ島、平戸、淡路の4隻です。ちなみに一番左側の江田島は広島の呉を母港にしているんですが、3ヶ月ほど前からずっと横須賀にいますので、呉の船好きの方からはそんなに横須賀がいいなら横須賀の方になっちゃいなさいと言われているような船ともなっているんです。またこういった爆弾処分船は専用のコックさんが乗っていないそうで、海士という役割の方がご飯を作ります。生まれて初めて包丁を持つ方も多いそうで、味噌汁にウインナーが入っていたり、シチューを作ろうとしたらココア味になってしまったなんていう、いわゆる手物料理も誕生してしまう船なんだそうです。さあ、そして大きな船となりますとやはり長いので、隊員さんたちは海の上だと船を外周するランニングを行います。全長が 100m を超える船がほとんどですので、一周すれば大体かなりいい運動です。ですが一方爆弾処分船は大きくありませんので、たくさん走ることができません。そうなると流行るのがヨガなんだそうです。限られたスペースでしっかりと酸素を吸ってしっかりと汗もかけるということで、ああいった爆弾処分船、場所が少ない船ではヨガがかなり流行るんだとか。またちなみに本日見れたたくさんの船たちの中で唯一1種類だけ船の中で運動できない船があるんです。さあ皆さんどの船だと思いますか？お、気づいた方もいらっしゃいましたね。さすがです。ちょっと意地悪に船と言ってみたんですが、実は潜水艦です。潜水艦は一度潜ってしまうと新鮮な空気を使うとかなりもったいないということで極力運動ができません。そんな君、運動ができない潜水艦がまもなく右手前方方向から見えてきます。また窓が1枚もついてませんし、その性質上秘密を守ることがかなり多いんだそうです。
例えば潜水艦乗りを旦那さんや奥さんに持つ方は大変です。ねえねえ、あんた次の任務はどこまで行ってくるの？秘密だから答えられない。次の任務はいつになったら帰ってくるの？秘密だから答えられない。任務に出かけたと思ったら3ヶ月帰ってこないなんてザラなんだそうです。そうなると大変なのがお子さんです。秘密だから答えられないなんてなかなか聞いてくれません。そのため隊員さんによっては、今からタバコを買ってくるねと言ってそのまま任務に行って3ヶ月帰ってこないなんてことがあるんだそうです。そのお子さんはかなり疑問に思いながら育ちますよね。どこで買ってるんだろう、お父さんはどこまで買いに行ってるんだろうと思いながら育つかもしれませんが、そういったちょっとふざけているように感じる嘘でも家族のために潜水艦乗りは少し嘘をつくんだそうです。そういった秘密を守る面でもさまざまな面で忍耐力、我慢強さが求められる船ともなっています。ここ入るんだ、ね。まだ今本線汽笛が一度ポーッとなりましたが、実はこれ車でいうところのウインカーの役割を果たしています。船にはウインカーがついていませんので、汽笛1回は右に曲がります。汽笛2回だと左に曲がります。汽笛3回だと後ろに下がります、もしくは待ちますという意味です。汽笛が一度ポーッと5秒以上鳴った時や5回連続で汽笛が鳴った時は車と一緒、危ないからやめてくれ、クラクションの意味です。さあ、そんな船の豆知識までお話ししていると、本線は細長い水路を通って横須賀本港に進んでいくんですが、皆さん覚えてますか？この水路は旧海軍3艇作りの水路です。ぜひ1階の方は水路の幅にご注目ください。2階の方は両脇の山の高さを見てください。130年前はこれが全部つながってたんです。作られたのは明治も初期の頃ということで、当然便利なダンプカー、ショベルカー一切ありません。海軍さんは文字通り手作り、手作業だけで作ったんです。やば。どのくらいかけて作ったんだろうと悩んでしまいますが、意外とあっという間3年で完成しています。そういったことも考えると、当時の海軍の力強さや勢いなんかも感じ取れるんですが、そういった海軍発祥の食べ物、飲み物は皆さんご存知でしょうか？有名どころは一旦温めておいて、皆さんがご存知ないもので言いますと、おそらく炭酸がシュワッとはじけるビー玉入りのラムネです。というのももともと旧海軍さんは消火装置の一環で二酸化炭素を噴出する機械を持っていました。ですが毎日船が燃えるわけでもありません。普段はラムネを作るための機械として使っていたんです。それを飲んだ隊員さんたちが船を降りても飲み続け、日本に普及したと言われています。ですが皆さん疑問に思いませんか？炭酸水ならラムネじゃなくてソーダでしょと。実はこれ歴史の話が関わってくるんです。幕末の頃、黒船がやってきた頃には冷蔵庫なんてありません。そのためペリーさんたちは水が腐らないように炭酸水にして持ってきていたんです。そこで黒船に乗っているペリーさんたち、日本人との交流のために江戸っ子に炭酸水を使ったレモネードを分け与えます。江戸っ子たちはびっくりです。なあなあペリーさんよ、このシュワッとはじける美味しい飲み物、名前は何て言うんだい？ペリーさんは必死にレモネード、レモネードと言うんですが、江戸っ子たち耳が慣れていませんので、ああこの美味しい飲み物がラムネってんだねと勘違いしてしまい、そのままラムネという名前で浸透してしまったんだそうです。現在ではレモン風味のものをラムネ、砂糖風味のものをソーダと使い分けています。また先ほど取っておいたもので言いますと、カレー発祥の旧海軍と言われています。というのももともと旧海軍さんでは栄養不足を原因とした活気という病気が流行っていたんです。栄養豊富な料理を探していたところ見つけたのがカレー、野菜もお肉もご飯と一緒にということで、まさにバッチリな料理でした。そしてそんなカレーの文化は現在でも海上同じようなことをして息抜きに外に出てみても見渡す限りの海ということで、だんだんと曜日の感覚がずれてきます。そのズレを直すため、毎週金曜日のお昼ご飯には決まってカレーを食べているんです。
最近では美味しい美味しいと話題を呼び、カレーグランプリなるものまで行われています。そんなグランプリが開かれるほど美味しいカレー食べてみたいとは思いませんか？うんうんとうなずいてくれた皆さんに、特に奥様方にご紹介しているのがこちら、じゃん、海上自衛隊カレーシリーズというお土産品です。こちら横須賀にゆかりのある船のカレーを忠実に再現しています。おそらく皆さんこの後は帰るだけかもしれませんが、奥様方必ずご飯は炊いてきてますよね。これを買っちゃえばご飯にかけてチンすればすぐに食べれちゃいます。でも缶カレーだし今すぐ食べたい、そんな方の声に応えて、美味しさそのまま味をそのままにポテトチップにしてしまったというものまであるんです。これなら移動中も食べれますし、余ってしまっても細かく砕いてポテトサラダに入れてみればポテトサラダの出来上がり。私このカレー味のポテトサラダ、今月末に特許を取ろうと思っていますので、ぜひそれでも前にお試しください。さあ、ちゃっかりとお土産品もご紹介していると、本線無事横須賀本港に帰ってきました。帰ってきてまず最初にご紹介するのは右手前方方向です。お尻をこっちに向けています。小さく演習と書かれているのは多用途支援艦演習。他の船が任務や訓練を行う際、さまざまな支援が行えます。そんな演習の支援を受けるのが右手前方方向、帰り道ご紹介すると約束した船です。いっぱいある。まず見えてくるのは101番の村雨、その上からは152番の山桐、423番の時はと見えてきます。さあ皆さん、ここまで来れば一目瞭然ですね。番号の濃さが違うのが分かりますか？多くの船たち、最近の天気が暑すぎて日焼けしちゃったではなく、わざとあの薄さなんです。万が一101番のように色がはっきりしていて、海の上で悪い人に見つかってしまった時です。その悪い人が物知りですと、沖を走ってる船たち全部横須賀の船じゃないか、じゃあ今横須賀はすっからかん、今が攻め時だなんて思っちゃったら怖いですよね。そうならないよう海の上で見づらく塗っています。ロービジビリティというものなんです。現在は移り変わりの時期、番号が白いものの方が大変珍しいです。そして今本線の真横のあたり423番、あちらは補給艦の時は海の上のガソリンスタンドのような船です。他の船が遠くの海外に行った時、海のど真ん中でガス欠ってなっちゃったら大変です。そうならないようたくさんの燃料を運びます。その補給能力が桁外れ、なんと1分間に1万1000リットルです。1秒間だと180リットル。皆さんの車なら一瞬で満タンです。ですがこのような大きなサイドの護衛艦などはそれほどの補給能力を持ってしたとしても、なんと補給に2時間半以上かかるんだそうです。さあ、時はのお隣は179番のマヤ、その隣は174番の霧島。170番台の船、皆さんなんだか見覚えのあるものがついてませんか？マストの根元のあたりに亀の甲羅のような板がついてますよね。そうです、あちら日本のイージス艦です。ぜひ皆さん、今この右手にいる8隻全部まとめて写真に撮れたら撮っておいてください。貴重な光景です。右手の8隻は8隻中1隻も種類がかぶってません。別々の船が8隻いるんです。こんなのポーハーで言ったらロイヤルストレートフラッシュ、マージャンで言ったらおそらく100万国士無双とでも言うんでしょうか。それほど貴重な光景です。そしてなおかつイージス艦アメリカ海軍は100隻近く持っていますので、ほぼ毎日見れます。一方日本は8隻だけなんです。1隻見れたらラッキーな方、それを皆さん今日は2隻も見れてます。雨の中ではありますが、フラッと来てフラッと乗ってフラッと見れたんならタイミングバッチリラッキーです。さあ、174番のお隣は111番の大波、116番のケルスキです。116番にはイージス艦のような板がついていますが、それもそのはず、イージス艦に次ぐミサイル防衛能力を持っています。日本のイージス艦はアメリカの技術を借りて作っていますので、アメリカと連絡が取れないと 100% の力を発揮できません。それに備えて日本の技術だけで作ろう、イージス艦を借りて作ったのが116番。そういったことから純国産のイージス艦とも言われています。
ですがやっぱり目立っちゃうオレンジ色のしらせです。しらせが行く南極、辺り一面真っ白氷です。そこに住んでいるペンギンさんたち、しらせがやってくるとオレンジが珍しくてたまに乗ってきてしまうらしいんです。かわいい。ですが現地の動物に触ってはいけないというルールがありますので、ペンギンがもしも乗ってきてしまうと隊員さんはペンギンさんお願いですから船を降りてくれませんかと説得をして納得のいったペンギンさんから降りていってもらったそうです。また海上自衛隊やアメリカ海軍の船がグレーな理由としましては、水平線近く遠くの方で一番見つけづらい色はグレー、一方しらせはオレンジ色ですね。もしも辺り一面が南極でグレーの船が遭難しちゃったらなかなか見つけられません。遭難した時にすぐに見つけてもらえるように目立つオレンジというわけなんです。もしも船が沈むとなった時につけるライフジャケットがオレンジ色なのも同じ理由とされています。さあ最後は色の豆知識で締めさせていただきましたが、皆さん文庫を巡りくるっと一周巡ってきて楽しんでいただけましたか？ありがとうございます。笑顔で首を縦に振っていただけて大変嬉しいです。さあ楽しめた皆さんなら答えられるはずです。いいですか？右手前方方向、海上自衛隊で一番大きな183番、名前は何だったでしょうか？今ちっちゃい子が答えてくれました。そうです、183番は出雲という名前です。そうなんです。ですがなぜだか年齢を重ねるうちにそうだそうだ出雲だったという反応になってしまいます。それだと大変なのがお土産選びなんです。船を降りていざお土産コーナーに足を運んでもずらり並んでる番号名前、もうどれを買っていいか分かりません。そんな皆さんに最近私が力強くご案内しているのがこちら、このかわいいかわいいクマちゃんです。このクマちゃんなら番号名前は関係なし、パッと見ただけで文化を巡りのお土産って分かります。でもこの後移動だからやっぱりかさばっちゃうのはちょっとな、そんな方の声に応えてミニサイズのクマちゃんも用意しておりますので、皆様一つ持って帰ってみてはいかがでしょうか。お店かな？さあこのようにご紹介しているお土産品、取り扱っているのは皆さんがチケットを買われたチケットカウンターです。本日皆様お持ちのチケット関係を使ったお楽しみ抽選会というものをチケットカウンターにて行っています。皆さんチケット半券をなくさずに持ってますか？皆さんお持ちのチケットの船の写真の面です。15時の便と書かれているすぐ左下、やんなっちゃうほどちっちゃい数字の下3桁を使って抽選会を行っています。当選確率はおよそ30名に1人、これでおそらく50名ほど乗っておりましたので、確実に2名か3名の方が当たっています。横須賀でもめったに見れないしらせや日本のイージス艦が2隻も見れた皆さんなら確実にあなたが当たっているかもしれません。あれこそはと思う方はぜひチケットを握りしめ、番号の確認にチケットカウンターまで足をお運びください。それでは抽選会のご案内が終わったところで本線も間もなく係留作業に移ります。係留作業中、突然船が大きく揺れる場合もございます。船が完全に止まるまでは危険防止のためその場から動かないようお願いいたします。本日皆様を安全な船旅に移れた船長が大友翔、乗組員が泉谷浩平、若杉香織、そして案内させていただきました私は横須賀生まれ横須賀育ち、あなたの心の柔軟剤小川陸斗でお送りさせていただきました。この便ご乗船いただき誠にありがとうございました。